結婚してよかったと心から思えていますか？一緒に暮らす中でこの人でよかったと感じる瞬間もあれば、反対にあの時別の選択をしていたらと胸の奥で後悔を抱く人も少なくありません。多くの人は好きだからという気持ちで結婚を決めます。もちろんそれは自然なことですが、結婚生活が始まると気持ちだけでは乗り越えられない場面が出てきます。その時に本当に支えになるのはお金や外見ではなく、相手の人柄や内面です。意外なことにその答えは特別な出来事ではなく、毎日の些細な場面に隠れています。仏教の教えでは、人を選ぶ時に大切なのは徳という基準だと説かれています。徳とは信頼や誠実さ、思いやりといった目には見えにくい価値のこと。これを基準にできれば結婚後の迷いや後悔はぐっと減らせるのです。今回はこの徳とは何か、そしてそれをどうやって見極めればよいのかを分かりやすくお話しします。前半で徳の正体をつかみ、中盤で3つの観点、後半で日常の一歩へ、この流れで進みます。途中でこれは自分にもあると感じるところがあればコメントで教えてください。徳とは何か。長い結婚生活を送っていると、若い頃には見えなかったものが少しずつ浮かび上がってきます。体調を崩した時にどんな言葉をかけてくれるのか、家族や親しい人にどんな態度をとるのか、小さな約束をどれほど大切に守るのか。こうした日常の積み重ねが夫婦の絆を強めることもあれば、反対に不安や孤独を生むこともあります。思い当たる場面が一つでもあれば、今話している徳の感覚にすでに触れています。仏教ではこの人柄の根っこを徳と呼びます。徳とは外見や地位ではなく、その人の内面からにじみ出る誠実さや思いやり、信頼のことです。どんな状況でも相手を尊重しようとする姿勢、感謝を言葉にできる心、困難に向き合う強さ、これらが備わっている人となら、年月を重ねてもこの人と一緒でよかったと思えるのです。逆に徳が欠けていれば、条件がどれほど整っていても関係は揺らぎます。夫は感謝の言葉をかけてもらえないと寂しさを感じ、妻は家族を顧みてくれないと不安を抱く。表面だけ取り繕っても長い時間の中で本質は必ず表に出てしまいます。徳とは夫婦が年を重ねても寄り添い続けるための心の柱です。若い頃に大切にした条件は入り口の鍵に過ぎません。その奥にある徳こそが家を支える柱となり、人生を共に歩む力になるのです。この後、徳をどう見極めればよいのかを3つの観点に分けて具体的にお話しします。ここからが要点です。あと少しで全体像がつかめます。徳を見極める3つの観点。では具体的に、相手の徳はどのように見極めればよいのでしょうか。ここでは3つの観点に整理してお話しします。1つ目、日常の振る舞いに現れる思いやり。人の本質は大きな場面よりも日常の小さな行動に現れます。店員や年下の人にどのように接しているか、子供や年配の人に対して自然に気遣いや優しさを示せるか、あるいは家族や親しい人に対しても感情をぶつけるのではなく丁寧に接しているか。こうした振る舞いは取り繕うことができず、その人の根本的な人柄を映し出します。ここで思いやりはあるけれど身内には厳しいなどのギャップが見えることがあります。見逃さないでください。2つ目、言葉と行動が一致しているか。約束は守ると言いながら実行しない人もいれば、黙っていてもきちんと行動で示す人もいます。小さなことでも言葉と行動が一致していれば信頼は積み重なります。例えば、頼まれごとを後回しにせず実行する。ありがとうといった気持ちを態度や行動でも表す。反対に、口では立派なことを言いながら実際には動かない人は、いざという時に期待を裏切る可能性が高いのです。ここで一度、過去の小さな約束を思い出してみてください。守られた回数と守られなかった回数、数字にすると見え方が変わります。3つ目、困難な時の態度。人の本当の姿は逆境や試練の中でこそ現れます。病気や経済的な揺らぎ、家族の問題など
長い結婚生活では避けられない出来事が起こります。その時、相手を責めるのか、それとも支え合おうとするのか、冷静に次を考えられるのか、それとも不安や不満を感情的にぶつけてしまうのか、困難への向き合い方は、その人の成熟度と徳をはっきり示すのです。もし迷ったら、この振る舞いは何のために選ばれているのか、と一度だけ立ち止まって考えてみてください。3つを揃えてみると、単発の印象に流されにくくなります。ここで少し考えてみてください。あなたの周りの人を思い浮かべると、この3つの観点のうち、どれが一番心配だと感じますか？この中で、あなたが一番確かめやすい観点を一つだけ、今日から意識してみてください。ミニストーリー。ある女性が、結婚して20年以上が経った頃のことでした。夫を選んだ当時、彼女は安定した仕事に就いているから、条件的に安心だからと自分に言い聞かせて決断しました。実際に生活に困ることはなかったものの、日々の会話は減り、心のどこかに満たされない思いを抱えるようになっていました。そんなある日、古くからの友人夫婦と食事をする機会がありました。席に着いた時から、その夫婦は終始穏やかな空気をまとっていました。互いに視線を交わしては穏やかに微笑み、言葉を選ぶでもなく穏やかに会話を続けていたのです。その最中、友人がうっかり皿を落としてしまい、場が一瞬気まずい空気に包まれました。けれども友人の夫は慌てることなく、穏やかさを崩さずにこう声をかけました。大丈夫だよ。割れたのは皿だけだし、怪我がなくてよかった。その一言で友人はすぐに穏やかな笑顔を取り戻し、二人の会話はまた穏やかに続いていきました。その様子を見ていた彼女の胸に、ふとある思いがよぎりました。私は条件を基準に夫を選んだけれど、あの人は安心できる人を選んだからこそ、こんなにも穏やかでいられるのかもしれない。実践への橋渡し。ここまでの物語から見えてきたのは、徳のある伴侶を選んだ夫婦の穏やかさでした。しかし、徳は目に見える肩書きや条件のように、簡単に確認できるものではありません。では、どうすればその人に徳があるかどうかを見極められるのでしょうか。仏教では、徳とは誠実さや思いやりといった内面の美しさを指します。それは特別な場面よりも、日常の小さな振る舞いに現れやすいのです。例えば、立場の弱い人に対しても態度を変えず、穏やかに接しているか、小さな約束を軽んじず、言葉と行動が一致しているか、困難に直面した時でも、感情をぶつけるのではなく冷静に向き合えるか。これらはすぐに答えが出るものではなく、時間をかけて少しずつ見えてくるものです。ですから大切なのは、一度に完璧に見極めようとすることではありません。まずは1週間だけ、身近な人の振る舞いを観察してみてください。そして同時に、自分自身も同じ視点で振り返ってみるのです。相手に求めるだけではなく、自分が徳を磨く姿勢を持つとき、不思議と周囲にも徳のある人が集まってくるものです。まとめ。結婚生活の幸せは、収入や外見といった条件だけで決まるものではありません。仏教が示す徳とは、誠実さや思いやり、そして信頼できる人柄のこと。長い年月を共に歩む上で、これこそが支えとなり、穏やかな関係を築いていく土台となります。今回の物語で描かれた友人夫婦のように、徳のある伴侶を選んだ人の周りには、自然と安心できる空気が流れています。小さな失敗や困難に直面しても、その穏やかさが崩れることはありません。それは条件では得られない、内面から生まれる安らぎです。大切なのは、完璧な相手を探すことではありません。互いに徳を育て合い、支え合いながら歩むこと。それが後悔しない結婚の基準となり、人生を豊かにしていきます。最後に、あなたに問いかけたいことがあります。あなたが人を選ぶときに、一番大切にしている基準は何でしょうか。よければコメントで教えてください。この動画が少しでも心に響いたと感じていただけたなら、ぜひ高評価をお願いします。そして、これからも人生の知恵をお届けしていきますので、チャンネル登録もしていただけたら嬉しいです。それでは、また次の動画でお会いしましょう。